どうもビースパイスインクです。今回はダルタルカというレンズ豆をメインにしたカレーを作ります。動物性の食材を使わないで仕上げるので、ベジタリアンやビーガンの方でも作って召し上がっていただけます。動物性の旨味を含みませんが、全く味の物足りなさを感じないので、豆のポテンシャルの高さを感じられます。豆は栄養価も高く、タンパク質も豊富なので、積極的に食事に取り入れたいですね。また、豆カレーは前日から浸水しておいたり、圧力鍋を使ったりして時間がかかるものもありますが、今回使うレンズ豆はそういった手間が不要なのもお手軽でいいです。では調理ですが、まずは油でホールスパイスのクミンを弱火で炒めて、じっくり香りを引き出し、油に移します。クミンの香りが出てきたら、みじん切りにした玉ねぎを加えて、飴色になるまでじっくりと炒めます。玉ねぎが炒まったら、すりおろしたニンニクと生姜を加えて、青臭さがなくなるまで炒めます。すりおろすのが面倒でしたら、お手軽なチューブのものでも大丈夫です。その後、トマト缶を加えて水分がなくなるまでしっかりと炒めます。高温の油でしっかりと炒めることでトマトの酸味が和らぎます。しっかりと炒まって水分がなくなってくると油が分離して滲んでくるので、炒め加減の目安にしてください。トマトが炒まったらパウダースパイスを加えます。その後、弱火でじっくりと火を入れながら混ぜていきます。ここまででカレーの土台部分が完成したので、レンズ豆の準備をしていきます。このチョコレートみたいな可愛い色、形をしたものが今回使うレンズ豆です。これをさっと水で洗うだけで大丈夫です。カレーに使う豆の種類はたくさんありますが、よく使われるのはひよこ豆、緑豆、黄豆、レンズ豆あたりだと思います。今回使うレンズ豆はその中でも圧倒的にお手軽なので、豆カレーデビューには最適かなと思います。その分、豆自体の味や風味は他の豆の方が強かったりするので、だんだんと豆カレーの沼に使っていくのがいいかと思います。豆の用意ができたら、先ほどのカレーの土台に加えます。その後、水を加えて煮込んでいきます。豆はかなり水を吸うので、たっぷりの水を注ぎます。沸くまで強火で加熱した後、蓋をして弱火で20分ほど煮込んでいきます。途中水がなくなってきたら継ぎ足します。豆が柔らかくなって崩れてとろみがついてきます。塩加減は水の煮詰まり具合にも左右されるので、味見と調味がかなり重要なので忘れないようにしましょう。味が物足りなければ塩を足すか、もう少し煮詰めるかで調整します。塩の入れすぎは水を足して薄められますが、旨味も薄まってしまうので、そうならないように注意します。調味後、刻んだパクチーを加えて混ぜたらカレーの完成です。次はカレーの仕上げにかける香味油を作ります。これをテンパリングやタルカと言います。タルカは面倒ならしなくても美味しく食べられますが、風味や味のパンチが際立つので、ぜひやってみてほしいです。カレーの最初と同じように油にスパイスを加えて弱火で香りを引き出します。ス
スパイスの香りが出てきたら火を切ってチリパウダーを加えて完成です。辛いのが苦手な方はチリの代わりにパプリカパウダーで代用しても大丈夫です。では盛り付けに入ります。ベジタリアンの多いインド人たちの定番料理で、野菜の旨味だけで構成されたダル。ダルはインド料理で豆のスープのことを言いますが、スパイスを使うので日本では講義でカレーと同じように扱われます。日本人の醤油のように当たり前にスパイスを使うので、日本人からは全部カレーに見えてしまいますが、実は奥が深いのですね。いただきます。豆カレーを初めて食べるまでは正直味気ないんだろうなって舐めてましたが、食べた瞬間新しい世界が見えます。今まで肉の旨味を陰から支えていた野菜たちの本気を見せられました。明日からでもベジタリアンを始められそうなぐらい美味しいです。